日の舞の熱波ラジオ12分でサウナラこのラジオは12分のサウナの砂時計代わりになるラジオとなっております、はい、お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。はい、お願いしますさあ、僕ちょっと、いつもこれ最後に不毛なお題もらって、ね、リスナーからもらってやってるじゃないですか、ちょっとそんな感じになっちゃうんですけど、1個聞いていいですか？あ、何ですか？日野さんだったらどっちを信用するかっていう。私、性格いいよっていう人間か、私性格悪いよっていう人間。それ別に男女問わず。もし男性の方が分かりやすかったら男性でもいいです。私性格悪いよ。いや、私性格いいよって言ってる人の方が信用しちゃうかも。信用します？はい。私性格いいよって言ってる、自分で言ってるやつ。はい。私性格悪いよは、なんか、性格悪い私いいでしょみたいなのが見えちゃう。なんか。いや、性格悪いは俺多分悪いと思うんですよ。てか、俺極論言っていいですか？これ両方とも性格悪いと思うんですよ。そうですか？普通人前で、じゃあ、例えば、じゃあ、知り合い同士で友達の紹介で会った時に、なんかじゃあそれこそ異性で、そうなんだ、あそこでやってんだ、どういう人が好きなの、そうなんだ、俺性格いいよっていうやつ、嫌じゃないですか？嫌だけど潔いの。でも本当にいいのか気になっちゃうな。よくないでしょ？でも人前で俺性格いいよって言えるやつの性格がいいわけなくないですか？でもその人がじゃあ俺性格悪いよって言ってきたら、私に気ないんだな、なんかまあそうなるじゃないですか、しかもなんでここで性格悪いよって言うんだろう、なんかひねくれてるなこの人。まあそうですね。なる。いや、これどっちなんだろうな。俺性格悪いよは多分悪いんですよ、絶対。でも私だったらじゃあ例えば性格いいの悪いのどっちなの、自分で分析してみてって言われたとしたら、私性格いいよって言う。それ聞かれたらではいいと思います。Q に対する A だったらいいですけど、自分からなんか喋ってて、そうなんだ、そういう人が好きなんだ、俺性格いいよは嫌なんですよ、両方。私性格悪いよも確かにどっちも嫌ですね。私性格悪いよは俺言われたことありますけど、私性格悪いよっていう人めっちゃいるじゃないですか、女子で特に、だからその人って本当に性格悪いし。そうですよね。そんなことないよ、待ち。いや本当に性格悪いし、性格悪い自分いいでしょみたいな、なんかそれがいいな、魔性的な感じですか？そうそれ絶対ある。そうやって言ってる人見たことあるし、本当になんか私性格悪いからさみたいなのを喜んで言うみたいな、それが別に悪いことだと思ってないみたいな人が女子は本当に多いと思う。男子は分かんないですけどね。男子の方が確かに言わないと思う、言わないですよね。男子の方が俺性格いいよって言ってるで、そういいトーンで言えると思う。人の方が、いや俺性格いいっしょ、全然いいっしょこの前もあれしてあげたじゃんみたいなのなんか嫌じゃないトーンで言えると思う。いいじゃないですか。そっちの方がなんか素直で、明るくて。だからじゃあ対女子で見たらそうですね、性格悪いよっていう女マジで気をつけてください。気をつけた方がいいですか？で性格いいよって言ってる人の方がなんかまだいい、多分サバサバしてる感じのなんて言うんだろう、そう裏はないと思う。本当に性格いいよって思って言ってると思います。性格悪いよはマジで気をつけてください。やばいですか？本当にやばいから。ちょっと傷つくようなこととか言われたり結構やばい人多いですから。なるほど、ありがとうございます。気をつけてください。なるほど。じゃあ私からもちょっと、質問、恋愛には関係ないんですけど、ちょっと最近びっくりしたことで、私小さい頃からご飯の上にお豆腐をかけて、お豆腐をぐちゃぐちゃにして、醤油をかけて食べるのが好きなんですよ。冷ややっこ飯みたいな。それはなんかお豆腐ぐちゃぐちゃご飯って呼んでたんですけど小さい頃から。でそれはお母さんとかお父さんに教わったわけじゃなく、お母さんのお兄ちゃんがそのお兄ちゃんの家にいた時にやってて真似してすごい好きになって、自分だけなんですよ、家族の中でも。ですっごい好きになったんですけど、それを
人前で披露したことがあったんですよ、豆腐をぐちゃぐちゃにして醤油かけて食べて、何それみたいな、気持ち悪いみたいに言われたんですよ、そんなんなるっていう、なんかその子の中では多分猫まんまみたいなことだったんだろうけど、自分の中では昔から食べてるこのソウルフードみたいなものを気持ち悪いと言われ、ちょっと小バカにされてすごいびっくりした。ダメですか、豆腐？全然ダメじゃないです。そんなの結構だからまあこの特に6月この1ヶ月で分かったことで厳しいですけど、別にだって自分がそれ食ってうまいと思うんですよね。そうじゃあもう良くないですか？ただいじられるのは分かります。いじる要素はありますから。いじられるのもよく分かんないって思っちゃってたんですよ。みんなが世間で食べてるものだと思ってて。それは食べたことないです。本当に美味しいんですよ。めんつゆとかの方が。いや、醤油絶対醤油。やりたいと思います？それ聞いて。今んとこ思わない。そういう人が。でも豆腐はよく食いますよ。それはお豆腐の上、ご飯の上に私の中でお豆腐はご飯の上にかけるものと思ってました。それはないですね。正直。それはないです。本当に美味しい。全くないです。それで私検索してみたんですよね。こんなに世間に浸透してないのかって思って。したら本当にお豆腐をご飯の上にお豆腐をかけるっていう、TikTok とかいろいろ出てくるじゃないですか。そういうのも全くなくて、これは私が広めようって思って。でも気持ち悪いと思われるならちょっと広まんないから嫌だな。いや、気持ち悪いかどうかはあれですけど、そんなこと言ったらね、世間に気持ち悪い料理なんて普通にお店が出してる料理でもね、なんこれっていうものあるわけじゃないですか。じゃあピータンってなんだよみたいな。気持ち悪いですよね。あれだって腐らせてみたいなことでしょ、土にどのこの。いや、それはなんか気にしなくていいですけど、ただその友達が突っ込む理由も分からなくはないです。やだ、なんか自分のソウルフードをこんな目で軽蔑した目で見られて。軽蔑、そうですね。でもいいと思います。好きなもの、自分が好きなもの、なんかワインの時にも言った気しますけど、自分がこれうまいんだったら別にそんな周りに関係ない気がしますね。ですよね。これちょっと広めたいです。皆さんもやってみてください。なるほど。じゃあ行きましょうか。サウナトーク。じゃあ佐藤ロッカーナンバー21番ややさん。日野さんが澤田さんと戦うとしたらどうやって倒しますか？これあれ武井壮さん。だから僕をそうですね、倒すとしたら物理的に倒すのかな、それともどうなんでしょう。だからこれがもう戦うって分かってんのか、戦うだからそうなのか、それとも言ったら暗殺的なことなのか。いや、ただ澤田さんも男性ですし、体も大きいですし、運動もやられてるので、多分殴ったりとか、それでは絶対無理ですね。やっぱ男性は素晴らしい能力を持ってるっていうのを知ってるのでなのでなんですか、武器が必要ってことですか？いや、武器が必要、絶対に武器が必要だけど、バレない武器が必要なんで、絶対に警察にも捕まりたくないし、必要なので、なんか植物の毒とかを使って怖っそういうのをいろんな人から情報を得てで警察にも絶対バレないようにして澤田さんが飲みたくて飲んだという、この行動を裏付ける何かを絶対にさせて、誰にも見られないところで倒します。殺しはしないですよ、さすがに。殺しはしないよ。あんた殺しはしないよ。殺しはしないですけど、生かしてはあげるよ。生かしてはあげます。でもいいですね。倒しはしますので、殺さない程度の毒をやだよ、苦しいよ。植物の毒なんで、普通にうんちと一緒に流れて、おしっこと一緒に流れるようなぐらいのものにします。それをね、豆腐と白米の間に入れて食べないですけどね、こっちは。なんかね、無理ですね、手や足を使っては無理だから。どうですか、例えば昔で言う
なんだっけ、ど忘れしちゃった。たけしさんの今から殺し合いをやってもらいますっていう。何それあれ何でしたっけ。バトルロワイヤル的なのに、自分が自分出るとしたら置かれたらいけると思いますか。いやーでも生きていく能力は強いと思うから、サバイバル能力みたいな、まあ何かしらの方法では絶対に生きていけると思いますよ。その毒とか特有なまあでも意外と私女子同士だったら多分喧嘩とか強いと思いますよ。それはなんでそう思うんですか。私弟がいるんですけど、結構昔から手や足を使った喧嘩をしていたので。手や足を使った喧嘩打撃戦ってことですね。打撃戦でよく弟からこうソファー座ってこの状態、で後ろからかかと落としとかされてたんです。いや一撃アウトじゃないですかそんなもんだからそれこう足を持って振り回すとかいう技とかも身につけましたし結構澤田さんぐらいの男の人だったら無理だけど、か弱い男の人は絶対いけると思うし、女子だったら負ける気しない。ブレイキングダウンとか出たら絶対勝てるって思います大丈夫ですか。ブレイキングダウンを軽視すると割と炎上しがちですけどすいません、すいません、間違えました、いやでもそれが自信あるってことですね。格闘技、あります、あります。もう正直人、本当にピンチになったら、全然ためらいなくいけます。多分いけると思います。本当ピンチだったらね。なるほど、豆腐のご飯いいと思います何それ危ないね。危ないです。手や足はね、出しませんけど、はい。はい、ということで皆さんありがとうございました。さよなら。